い昔、人は世界を導く神様を創造しました。神様は明るい世界を示し、人をその力で未来へと導いていきました。しかし長い年月が経ち、神様はいつしか暗い影に飲み込まれてしまいます。人はそれでも神様を信じ、神様の導きにすがり続けました。やがて暗い影は人をも飲み込み、神様は未来を憂い、嘆き悲しむ日々が続きます。そしてついに神様は創造主を守るため、人を一から作り直すことに決めました。でも人がそれを知ればきっと抵抗する。そう考えた神様は人を騙すことに決めました。神様に騙された人は自らが救われると信じて、人を一から作り直す世界を自らの手で作ってしまったのです。そしてその世界が完成した時、神様は真実を知る人を全て消してしまいました。そうして神様だけが始まりを知る長く果てない悠久の世界が始まりました。それから長い長い年月、あまりにも途方もない時が流れ、人々が神様の存在すら忘れ始めた頃、神話の静寂がまだ残る闇の中で、一人の青年が月を眺めていました。満月に浮かぶ神様の居城、秋の終わりを告げる夜風は、忘れていた世界の運命を彼に運ぶのです。町の診療所、そこに一人の青年が訪れていた。彼の名前は緑のコウ。みんなからはコウと呼ばれている。それで先生、どうですか？コウは成人期を迎える際に義務付けられている健康診断の結果を聞きに来ていた。そうですね。コウの診察をする黒髪の医師、彼の名前は黒いクイ。みんなからはクイ先生と親しまれる町唯一の医者だ。検査結果から言えることは、脳に変質が起きてますね。そうなんですか？健康そのものだと自覚していたコウは驚いた。ストレスなどが原因と思いますが、職業柄もあるでしょうかね。淡々と話すクイにコウは軽いめまいを感じた。僕は至って健康というか、最近はなんだかすごく調子がいいくらいで、とても病気とは思えないんですが。コウは検査結果が信じられなかった。まあそうなんですが、結果は結果なので。それにその調子の良さも脳の変質が原因だと思いますよ。そうなんですか？クイの説明にコウは驚いてばかりだった。確かに最近はストーンフォールとかひどい事件が多かったですけど。コウは頭が追いついていかなかった。そうですね。あれは本当に悲惨な事件でした。コウが駆けつけなければボモンドは助からなかったでしょうし。はい、本当にひどかったです。けどそういうこととかで病気になるなんて。困惑しているコウを見て、クイは少し思案してから口を開く。コウ、あなたの病気についてですが。はい。コウの声は少し緊張していた。あなたは病状自体非常に軽症というか、全く問題はありません。結果を見る限り、日常生活で支障になることはまずないでしょうし、治療も必要ありません。
そうなんですか？クイの説明を聞いてコウは胸をなで下ろした。ですが、だけどクイの話には続きがあった。脳に変質が起きた場合は今後生体記録を取ることはできなくなります。ひどく驚くコウ。クイはその様子に気づきながらも話を続ける。コウはまだ青年ですから当然一度も生体記録は取っていません。そして今後成人期となり生体記録を取る時期になってもコウの場合はできません。ちょっと待ってください。慌てて話を遮るコウ。そんなことって、でも治ったりすれば大丈夫なんですよね？コウは驚きを隠せない。いいえ、一度脳に変質が起きてしまうと記録装置の制約上ずっと行えません。どうして行えないんですか？設定を変えたりとか何か手段はないんですか？納得できずコウはクイに迫った。残念ですがありません。記録装置は古代の遺物ですから私たちの技術をはるかに超える代物です。装置の制約を書き換えたりすることはできません。そんな。コウはがっくりとうなだれた。生体記録がなければ僕が老化しても治療できないんですよね？そうですね。還元期は生体記録がなければ入れないので老化に対しては何もできないでしょう。そんな。僕は死んでしまうということですか？人間本来の寿命を受け入れることになります。そんな。それから二人はしばらく話をした。コウの質問にクイは慎重に言葉を選びながら答えていた。やがてコウは診察室から出て行った。コウが帰った後の診察室。モニターには人影らしきものが映っていた。コウはもう返したのかい？人影がクイに話しかける。やはり落ち込んでしまいましたね。クイはカルテを書きながら静かな口調で答えた。そりゃそうさ。で、どうして感染なんてしちまったんだい？モニターに映る影はぶっきらぼうに口を開いた。ストーンフォールに使われる氷塊の中にいたとしか。そう答えるクイの表情は渋かった。盲点をつかれたもんだね。神は自ら作ったもので足をすくわれたってことかい？影は皮肉たっぷりに言葉を放った。結局世界を変えても同じことになってきてますね。クイは神妙につぶやいた。そしてその言い出しっぺもいなくなっちまったと来てる。彼らが消えて100年以上ですか？クイは天井の配管を見つめる。地球の裏側では神の居城も破壊され始めていますから、もう世界は変わらなくてはいけないんでしょうね。そう決めたんだろ。その質問にクイは少し考え、そして静かに口を開いた。落ち延びた私の最後の仕事です。